えっと、第1回生徒会作業進捗確認会議を開催します。まあまあ、ツバメ。いつも以上に顔が怖いわよ。いつも顔が怖いと言いたいのか。ストップストップ。2人とも喧嘩はダメだよ。まずこの書類だ。全くもって数が足りていない。各部から回収するように言っておいたはずだが。うわあ、すみません、忘れてました。天谷先輩、申し訳ございません。私の責任ですわ。どういうことだ。ここ数日、花見さんは進捗の遅い私を一生懸命手伝ってくださっていたのです。えへへ、そうなんですよ。実は私頑張ってました。自分の仕事を放置してか。はい。提出済みのチェックリストだ。チェックがついてないところを回れ。ありがとうございます。次、畑谷。姫崎が用意した会計の資料はもう目を通したのか。次の予算配分の予定まだだったよな。資料は一読いたしました。配分についてまとめてあります。なんだ、もうできているのか。ならば早く出せと。おい、なんだこのお昼寝したいうのは。まあ、バレてしまいましたか。ツバメちゃん、ごめんなさい。みすずちゃんには先に別の資料整理をお願いしていたの。引き継ぎのタイミングで整理しなきゃって思っていて。姫崎、それなら私にも声をかける。手伝おう。ありがとう、助かるよ。みすずちゃんも忙しいのに会計の資料まで読んでくれてたんだね。まったく、畑谷、時間がなかったのは理解したが、適当に見繕うのはやめろ。適当ではありません、本気です。この会議が終わったら予算の大切さを叩き込んでやる。楽しみです。申し訳ございません。私がもっとしっかりしていれば。ちな、大丈夫よ。最初はそんなものよ。セナお姉様。確かに貴様も最初はそんなものだったしな。そうよ。その度ツバメが助けてくれたじゃない。まあそうだな。そうだが、後輩たちよ、初星学園は頼むぞ。はい。あの時は安心して後を託せると思ったが、やはりダメだ。心配すぎる。本当に大丈夫なのか。こいつらに初星学園を託してしまって。来年度の生徒会はまともに回るのか。もろもろの企画やら何やらを無事成功へと導けるのか。教えてくれ姫崎、
我々は本当に卒業してしまっていいのか。もう心配性だな。ちなちゃんたちならきっとなるようになるよ。諦めるな。浜谷先輩、ご心配はもっともですわ。言い訳のしようもございません。倉本、どうか私たちにお名返上の機会をくださいませ。私たち3人で皆様のご懸念を取り除いてみせますわ。私たち3人で皆様のご懸念を取り除いてみせますわ。さっきのちなちゃん、かっこよかったね。はい、素敵でした。さすがは私たちの生徒会長です。褒めすぎですわ。先輩方に悲しそうなお顔をさせてしまって、このままではいけないと口が勝手に動いてしまっただけですわ。それが倉本さんのいいところですよ。そうだよ。ところでちなちゃん、あんな風に言ってたけどどうするの？何か素敵なアイデアがあるのでしょうか？はい、もちろん。具体的な案など何にもございませんわ。なんだ、そうだったんだ。仕方のない会長さんですね。さあ、どうしましょうか。困っちゃいましたわね。なんだ危機感のないふわふわした会話は。あの子たちらしいわね。もう少し見守りましょう。話は聞かせてもらったよ。篠沢さん、どこから聞いてたの？具体的な案が何にもございません。困っちゃいましたわね。話の流れ何にもわからないじゃん。情報量の少ない会話で申し訳ございません。推理できるから大丈夫。美少女軍師の助けが必要。ひろちゃんが知恵を貸してくれるならもう大丈夫だね。いいえ、それはいけませんわ。こたびの件は現生徒会の1年生である私たちの不甲斐なさが原因。信頼を取り戻すためには私たち3人でやり遂げなくては。ちなちゃん、そうだよね。私、次期生徒会役員候補。それでもダメ？はい、ご好意だけありがたく受け取っておきますわ。そうなんだ。いいね。じゃあ手伝わない。ここで応援してる。ガンバ。篠沢さんの応援でやる気100倍ですわ。それでは倉本会長、案をどうぞ。思いつきませんわ。ですので3人で考えましょう。力を合わせて。そうしましょうか。やろう、ちなちゃん、みすずちゃん。
私たちが先輩方を安心させられる方法、どうしたらいいんだろう。明日から頑張りますと誓うだけではいけないのでしょうね。形にして証明しなければ。私たちは立派に生徒会を運営していけるのだと。先輩方の前で組体操をして抜群のチームワークを証明するなんてどう？まあ、いいと思いますわ。いいわけないって方が。企画力や実行力を見せるのも効果的かもしれません。それは素敵なアイデアですわね。私たちだってやれるんですよって名誉挽回できるかも。では畑谷さんの案で内容を詰めてまいりましょう。そうですわ。こういうのはいかがでしょう。いつもお世話になっている先輩方をねぎらうパーティーを私たちで企画するのです。おー、いいねいいね。この度は誠にごめんなさい。いつもありがとうございますって先輩方に伝えたいって思ってたんだ。みすずちゃんはどう？いいと思いますよ。私の趣味にも合っていて。よーし、明日お休みだから作戦会議しよう。絶対素敵なパーティーにしようね。あー、私たち生徒会の1年生による作戦会議を始めまーす。次期生徒会長ちなちゃん、本日の議題をどうぞ。先輩方に日頃の感謝をお伝えし披露するパーティーを開催いたします。本会議はこの企画をまとめつつがなく実行するための会議。花見さん、畑谷さん、よろしくお願いいたします。素敵なパーティーにして先輩方に喜んでもらおうね。お任せください。思う存分お世話ができそうです。さあ、まずはお茶とお茶菓子をどうぞ。パーティーの内容についてお話しする前に思い出さなくてはなりませんわ。元はといえば私たちの不甲斐ない仕事ぶりが問題になっていたということを。まず改善案を出さなければパーティーに参加していただくどころではないかもしれませんね。私にナイスアイデアがあります。花見さん、どうぞ。スケジュールアプリを使って仕事の進捗管理をするのはどうかな。花見さんがいつもレッスンメニューやお食事を管理しているように。いいアプリがあれば先輩方とも共有してどうかな。素晴らしい案だと思いますよ。それでいきましょう。ありがとう。先輩方に提案できるように資料を準備するね。続いての議題はパーティーで何をするかですわ。先輩方に私たちの思いを届けるようなものでなければいけませんね。しちゃう？3人で組体操やりましょう。畑谷さんもご一緒に。わかりました。そこまで強くお望みならばしっかり思いが込められそうです。ですがそれはあくまで余興。パーティーのメインになるようなものではありませんよ。そっ
どんなパーティーにすればいいんだろう。私、やりたいことがありますわ。先輩方に、私たちのアイドルとして得た報酬で手作りのお食事を振る舞いたいのです。それは、なぜ？あれから一晩じっくりと考えましたわ。いつもお優しい先輩方のことを、失敗ばかりの私たちをいつも気にかけてくださる大好きなお姉様たちのことを未熟なりにお伝えしたいのです。ご安心くださいと形にして示したいのです。いつもありがとうございますと。そっか、それで手作り料理を。なるべく自分たちの力で先輩方に多くのお時間を割いていただくことなく、私たちの思いを伝える方法、いかがでしょうか。いいに決まってるよね、みすずちゃん。もちろんです献立はどうしましょうか。私、自慢ではございませんが、簡単なお料理しか作れませんわ。私にお任せください。うってつけのものがあります。まあ、今日の畑屋さんはとっても頼りになりますわね大切な方々と自分のために動いていますから、ちっとも面倒じゃないんですじゃあ早速企画書を作って先輩方に報告しよう。お食事の内容は当日までの秘密にしておきましょう食材のために始めたことでしたのに、なんだか楽しくなってまいりましたわいつもそうだったじゃん。私ね、生徒会に入っていろんな企画に参加して思ったんだ。笑って進めた方がみんなに楽しんでもらえる面白い企画になるって。梅さんの言う通りです。今年も来年もその先も私たちらしくいきましょう。かしこまりました。それでは私たちらしくふんわり笑顔で参りましょう。さあ、花見さん、畑谷さん、やりますわよー。セナお姉様、みなみお姉様、あまや先輩、本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。こちらこそありがとう。パーティーの企画書をもらった時から今日を楽しみにしてたよ。まだ安心するのは早いぞ。私たちをねぎらう会とのことだが、この後何が飛び出てくるか分かったものではない。そんなに警戒しないでください。キッチンの使用許可を取りに行った時、絶対大丈夫だよってモン先輩も言ってました。それはいまいち安心材料にならんな。パーティーを始める前に、まずは私たちの業務改善についてご報告いたします。こちらです。資料まで用意しているとは。どれどれ。このアプリケーション学園でも使いたいわね。
セルフプロデュースしている生徒も多いからな。助けになるかもしれん。ユニット活動している子も絶対助かると思う。新開発されたばかりのアイドル専用スケジュールアプリなんです。もしよろしければアンケートにご協力ください。ああ、社名に見覚えがあると思えば花見のご両親が経営しているところか。ちゃっかりしているわね。このアプリを使えば今までよりも効率的にお仕事を進められますわ。うっかりミスも減らせますし、お互い助け合って進められます。ほう、畑谷が他人の仕事まで手伝うとはな。信頼する会長を支えるためであれば、それは私にとって仕事ではなく趣味のようなものです。ほどほどに頑張りますよ。しっかりと見せてもらおうか、今後の働きぶりをな。生徒会の職務については以上です。それでは改めましてセナお姉様、ツバメ先輩、りなみ先輩、いつもありがとうございます。日頃の感謝の気持ちを込めまして、本日はたこ焼きパーティーを開催いたしますわ。たこ焼きパーティー？はい、ちょっぴり料理が不得意な私たちでも美味しく作れて、先輩方がお好きで、この場にはいらっしゃらないお友達にも召し上がっていただけるもの、何より全員が楽しい時間を過ごせるメニューですわ。みすずちゃんのアイデアなんですだから休日に呼ばれたのね。いろいろな種をご用意いたしましたわ。みすずちゃんから美味しい焼き方を習って練習しました。ぜひ後輩の手作りたこ焼きを召し上がってください。早く食べたいな。おい、その緑の種は何だ？抹茶味ですわ。天谷先輩がファミレスで抹茶味のデザートを食べていたのを思い出したのです。ああ、あの藤田がアルバイトしていた店か。そんなことがあったの？聞いていないんだけど。まあまあ、二人とも。あ、明太子もお餅もある。りなみ先輩はおつまみ系がお好きなんですよね。なんで知ってるのかな。以前教えてくださいましたでしょ。そうだったね。あの時もたこ焼き食べたよね。はい、思い出のたこ焼きですわ中身の具材はどれも私たちの好みに合わせてくれているよね美味しく召し上がっていただきたいですもの。セナお姉様にはこちら、上品な甘さの紅茶味がおすすめですわ。明石焼き用のお出汁やソーセージ、ツナマヨやキムチーズもありますよ。あたしのおすすめは鶏ささみ大葉です。タンパク質もしっかり取れちゃいます。栄養バランスはしっかり3人で相談して考えたんですよ。ツバメちゃん、
後輩たちの仕事を評価してあげたらどうかしら。よくやったな。まあ、ありがとうございます。素晴らしい仕事よ。今日は楽しませてもらうわね。そろそろ焼こうよね。ちな、待ちきれない先輩がいるみたいよ。早速焼きますわ。さあ皆様、楽しいタコパの始まりですわ。そっちは片付け終わった？はい、すべて元の場所に戻しました。畑谷さん、花見さん、今日はお疲れ様でした。そしてありがとうございました。お二人のおかげでパーティーは大成功しましたわ。どういたしまして。倉本さんこそお疲れ様でした。ちなちゃんがリーダーとして私たちを引っ張ってくれたからこそだよ。お名返上、名誉挽回できましたね。ありがとうございます、倉本さん。ありがとう、ちなちゃん。なんだかくすぐったいですわ。今回のことで私すっごく二人と仲良くなれたなって思うんだ。私もです。不思議ですね。この3人で一緒に仕事をしてきたのは初めてではないのに。私もですわ。3人生徒会の一員としてずっと一緒に働いてきましたわね。いろんな企画をやってきたよね。先輩方にたくさん迷惑をかけてたくさん教えてもらったよね。いつも楽しくて終わった後は達成感があって、叱られた後は申し訳なくて、だけどあったかくて、今日は大きな区切りだったのかもしれませんわ。お二人と話し合いをしているとき、パーティーの準備をしているとき、来年のことが頭をよぎっておりました。すごい先輩方にはもう頼れない。私たちが自分でやらないと。初星学園を託されてしまいましたから。まだまだ未熟。そうは言っていられませんわ。これからは先輩方との時間を大切にしていきましょう。私、春までに頼れる生徒会長になってみせますわ。ですからどうかこれからも私の力になってくださいませ。もちろんです。言われるまでもないよ、ちなちゃん。ねえ、二人とも生徒会の仲間同士、これからは下の名前で呼び合いたいな。まあ、私がお二人を想像したら照れちゃいましたわ。素敵なお考えだと思います、梅さん。ですがそれ、もう少し取っておきたいです。なんで？
この場にはいない新しい生徒会の仲間たちがいるからですよ。そっか。そうだね。こんなに素敵なこと抜け駆けしたら怒られちゃう。では、やりますか？第2回たこ焼きパーティーを。やりましょう。新しい生徒会のメンバーで畑谷さん、花見さん、まずは篠沢さんを誘いますわ。ちょっぴり早い新生徒会の決起会へ出発！